RC と5。はい、こんにちは。どうも石健さんと田村です。田村さん、はい、よろしくお願いします。なんか石健さん、今日コスチュームがこれはどういうコスチュームですか？気合い入れて、気合い入れて、はい、サイバーフォーミュラのはいやつ着てきました。これいくらするの2万ぐらいします。？2万ぐらい。それもしかして家族ないでしょ？これちょっと後ろ向いてもらっていいです？おお、すげえ。これサイバーフォーミュラのマークなんだ。そうです。テレビシリーズの中のなんですか、主人公のチームウェアなんで、同じです。いや、すごいな。本当大好きなんだね。いや、石健さんのやつすげえなと思ってね。で、今度ビッグニュースで今度田村さんまでサイバーフォーミュラ作っちゃったよっていうところでね、素晴らしいですよね。なんで作ろうと思ったんですか？同じくサイバーフォーミュラ大好きで、なんとかこの車を走らせたいなっていうのが一番のモチベーションで、いろいろネットで探すと石健さんを見つけて、ああ、なんかやってる人いるんだっていうのを少し真似させてもらいながら作ってみたらできました。じゃあ今日は伝説のツインが見れそうですよね。伝説のなかなか見れない。なかなか見れない。はい、じゃあね、せっかくなんですけれども、もうサイバーフォーミュラの紹介いきましょうか。はい、これがね、前回紹介させていただいた石健さんのサイバーフォーミュラでございます。アスラーダのなんとか仕様でしたっけ？アスラーダの AKF-W1。AKF-W1 っていう風な仕様になってます。そうですね。OVA シリーズの1作目の OVA シリーズ、テレビシリーズの次の話に出てくるマシンなんですけど、僕の仕様はちょっとその W1 の次のシリーズのゼロでも主人公はこの同じマシンを乗っているので、そっち仕様のゼッケンがついてます。なるほど、もうガチマニアックじゃないですか。そうです。OVA で好きなのがそのゼロなので、そっち仕様でわかりました。作ってます。ボディは特に前回より一緒ですよね。汚くなっただけで。仕様的なものでね、だいぶいろいろいじられたと思うんですけど、どこが変わってきましたかね。基本前ブラシモーターだったと思うんですけど、オプションナンバーワンさんのブラシレスの380に変わって、でも大きい変更はそこぐらいかな。あとアライメントいろいろいじってたよね。アライメントいじってリア足が一番、ちょっとこれ分かりづらいですけど、これ何ですか？これはロアアームが BB01。BB01。バギーのフロントのロアアームに変わって、ボディに対してトレッドが足りてなかったので、いろいろ探して、同じ A アームで長いやつがあったので、試しにいろいろ試行錯誤してつけたら、つけれて、ボディ乗せても辛いし、結構電車だったんですけど、いい位置まで来ましたね。ディッシュホイールで持ってこれたんで。なるほど。これタイヤも30？そうですね。タイヤも30ミリにしました。ぶっといですもんね。フロントが M だったっけこれ？フロントは M サイズの M サイズだよね。ステージですね。あとフロントも少し小変更とか、手作りの粗を少し取っていって、なるべく精度を上げていった感じですね。なるほど。すごい研究してるもんね、いつも。こういうところに補強バーとか入ったり。あ、本当だ。合成アップ。サーボが動かないように。合成アップ。あ、なるほど。そうなんです。この下の高速キットでしか支えてないので、なんかやっぱフル高く切った時にサーボが動いてるんで、それをなるべく動かないようにちょっとプレートミニ四駆も追加して。動いちゃうとちょっと調子悪いもんね。そうなんですよね。やっぱ警戒感なくなるし、ちゃんと聞いてほしいなっていうので、なるほど。そんな感じですかね。あとこだわりは？もうなるべくとにかく低く乗せたいんで、なるべく格好よくな格好は崩さないように。格好が全てみたいな。格好が全てです。これ走っちゃうんだよな、めちゃくちゃ。格好だけど、ある程度はコース走ってても邪魔じゃないよっていうコンセプトですね。なるほど。じゃあ次、田村さんだっけ？はい、田村です。はい。まさか同じ日に2台見れるとは夢にも思いませんでした。なかなかないですね。ねえ。日本中で。はい。あ、田村さん好きな女性のタイプは？女性のタイプ。妻がいるんです。小柄な子です。小柄な子。なるほどなるほどなるほど。わかりました。大谷翔平の嫁みたいな感じですかね。だいぶでかいですね。180ぐらいですからね。はい。これね、田村さんのやつで、これはなんかまた車種でいうと AKF-0G っていう一番最後のタイプなんですけど、多分石健さんのとこのリアの前のあたりが違って、あ、本当だ。切り欠きがあるのとないのと、G っていうのが一番最後のバージョンで、
まあ劇中でいうとジオっていうエンジンメーカーに変わったものの一番最後のバージョンですね。これ何百馬力でしたっけ？知らない。1000馬力とか5は2500とかそれぐらい2500そんなあるんですか。 2500 2000ぐらいあった気がしますボディは、うんこだわりは全部ステッカー裏張りですね。このキットについてこなかったステッカーは、うん自作をしてます。ネットから拾ってきた絵を、うん印刷してなるほど作ったりしてます。これ自作ね。じゃあ中行きますか。じゃじゃーんとこれもね結構TC01 をベースにしてるのは石健さんと同じで、はい前半分をほぼ自作で。前半分結構高級なパーツがついてますね、そうですね。この辺カーボンカーボンはミニ四駆もやるんでですね。板ですよね。ミニ四駆の板を使ってアッパーデッキにしてて、はいでワイパーがヨコモさんのこれ YD2 だね、はい、のワイパーがこれ1個2個とついている形になります、でここのリンクでつながれてるって感じだよね。そうですね。下の方のリンクで前後でつなげてて、でサーボのリンクがはい、こう来てるって感じですよね、はいそうですね。これ石健さんともちょっと取り回しが違うね、すごいですね、全然違います、うんサーボはこの TC01 のもともとデフォルトの位置ですね、はいはいはい、しっかり取り付けるようにうんここにしてみて、うん、で斜めにここ最90度守ればまあいいとこに行くかなと思ってこへんなー位置にしました。石健さんはね横置きだもんねサーボが、そうですね、はい、うんねこういう感じで、これはなかなか個性が出て面白いです違うですね。ね、コンデンドやっぱり最終機はだいぶ進化違うんですよG バージョン。アームはオーダー F さんのフォーミュラのアームを使い回してますね。あこれ下の板と、うんアッパーのここの部品ですね。はい下もなんだ。これ何 F1 のやつ？そうですね。F1 の何用なのかわかんないですけど、オーダー F さんでこういうのが出てって、ダイレクトの、うんそういう何ですかね、旧車ですよね。なんか F103 とかそうです104をパーツを出してるとパーころツ出してるところなるほど。僕もリア足のアッパーだけはうんこれオーダー F さんの、ああなるほど。はい、そういうメーカーがあるんですね。あるんです、はいなるほど角度を変えれて、うんで両方が同じ高さで、はいそのロッドが出てくるんでですね。あそれ調子いいね。高さが抑えれて2本、そうですね。うんはい、ターンバックル出せるんで、これホイールがいタイヤが切れ角こんな感じね。これリアのタイヤのはい内側削ってありますよねこれこ。れが、うんまあ設計ミスっちゃミスなんですけど、うんこの前後のロッドに当たるんでですね。ああなるほど。タイヤを削って逃がしました。いや今見てこんなタイヤ売ってたっけなと思って。本当だ、言われて気がついた、そう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 本当だ、削ってある。これねちゃんと削った跡がちゃんとあるんで。で器用ですね田村さん。手先はうん昔から器用で、うちに旋盤とかもあるんですか？うちにフライスがあります。石健さんも買わない 3D プリンターとフライスですね。この辺りはフライスの加工跡ですね。すごいね。フラット出すのはここねフライスで加工ですね。いやなんでもありじゃん。ちなみにモーターも若干当たるんで、うんモーターの取り付け部分を裏にミリ削ったりしてます。あそのモーターマウント？はい、削らないとこの青いところが、うんギアが当たり出したんでですね。あちゃんと下げるね。そのままだと僕これぐらいこうやって削ってあるんですけど、ここ、ああ上削ってあるね。うん。ここにボディが来て当たってしまうんで、うん僕はこのアルミプレートうん。と、まあこの後ろはい。トマさんのもここ切ってありますけど、あそうだねこ。こら辺をボディがどうしても通過するんで、うん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 。僕は高さそのまま当たる部分だけね削っ削ってて田村さんはこのモーターマウントをモー削った。ターとこのスパーのこのベースうんうんうん。ごとうん。この裏2本で止まってるんで、多分それごと下げそうですねたんですよね。んだから金属のナット使わずに、うん樹脂に直接ネジで留めてます。いいですね。これ中ナット入ってますね。あそこのナットの高さ分まで削ってます。すごい。あのねちょっとわかんない人いっぱいいると思うんだけど。TC01 やってる人じゃない全然わからないっていうなんですけどね。すごいなあ。でねリアもねこういう風にダンパーもこの辺は石健さんと同じ感じかな。ちょっと違うのかなトリス。キャナが若干違いますね。うんなんかそう前の方を使ってるのが一番違って、本当だロングだねこれ。それをやるために、うん多分ボディを少し前につけてるんです、じゃないと入らなくて、そうですよね。僕もここ意外と結構低い位置なんですよ。うんうんうん。でどうしても位置的にはここしかなかったので、なるほどなるほど僕はここにつけたんですけど。すげえみんな工夫がすごいね。でリアもロッカーがついてて石健さんのも田村さんこののは純正足。これね。純正足とは言えないか。うんちょっとオプションの青いやつと青いやつで、うん、でロアがこれ TA08 です、TA08。TA08 で
ドライブシャフトを前に、加速させるためにねしたくて、でこの取り合いに取り付くものを探すと、TA08 のがあってちょっと買ってみたら、上手についたんですので、それを使ってます。やば、ノウハウがいっぱいだね。アスラーダの作り方みたいな講座みたいな感じになってるんですごくいいなと思ってね、本当に石毛さんのを見て、TC01 でできるんだっていうので、ベースがあるから、そこにたどり着けるんです。何もなかったら多分しんどいですね。僕もね最初は石健さんちょっとマニアックな人だなと思ったぐらいなんですけども、途中からこの人はど変態だっていうありがとうございます。いやあとなんかある？じゃあアピールポイント、これがミニ四駆の2025ジャパンカップの最近出たばっかりの高いプレートを、ECU 置くために置くためだけにつけてます。マジ1枚1000円のやつをおごってつけました。本当ですか？すげえ。ちょっと裏側見てもいい？こういう感じで。こういう感じで、これね。そのちょっとしたこの突起を欲しいがために使いました。なるほど。ただの棒だとグラグラしちゃうんでですね。これ石健さん、こういいですね。この穴がいっぱいあるところが。これ僕はサーボを固定しなきゃいけないんで、いろいろ穴が開いたやつと、僕はメカ横に逃がして乗せてるので、僕は面として欲しかったんで。すごいね。もうこれでね、僕アスラーダ見るの3代目ですからね。審判部長さんから始まって、あれを動画上げたらなんでこんなにバズるんだろうと思って全く意味が分かってなくてそれでね、石健さんがいて田村さんが来てっていうですごいなと思ってね。ちょっともう一回ここに並べましょうか、ボディつけて。店長とかっこいいね。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。皆様です。